証拠として提出されたのは自白調書1枚。科学的な鑑定はほとんど行われなかった。2025年、韓国、ソウルである法廷に静寂が訪れた。判事の声が室内に響いた。被告人を無罪とする。その瞬間、男は動けなかった。耳に入った言葉の意味を理解するまでに数秒かかった。隣に座る弁護士が静かに肩を叩いた。それでも涙は出なかった。あまりにも長すぎた時間が感情を追いつかせなかった。法廷の扉が開いた。光が差し込んだ。外に出た男を家族が待っていた。娘が駆け寄った。誰も言葉を発しなかった。ただ抱き合った。それだけで全てが伝わった。彼の名前はチェ・ドンス。1993年、強盗殺人の罪で逮捕され、26年間を刑務所の中で過ごした男だ。釈放された時、すでに60代になっていた。青春も、働き盛りも、すべてが塀の中に消えた。無罪の根拠は、DNA 鑑定だった。現場に残された証拠が、彼とは一致しなかった。科学が、26年越しに真実を証明した。しかし、釈放の翌日、彼の元に届いたのは謝罪ではなかった。検察からの通知には、こう書かれていた。当時の捜査手続きに、瑕疵はなかった。国家は、一言の謝罪もなく、賠償を拒否した。奪われた26年間、返せないとしても、せめて認めてほしかった。その一心で、彼は再び法廷へと向かう決意をした。しかしそれは、終わりではなく、別の戦いの始まりだった。では、1993年のあの日、彼はどんな人生を送っていたのか。次のパートでは、逮捕前夜、ごく普通の日常を生きていた一人の男の話を聞いてほしい。1993年、韓国のソウル郊外、ある男が静かに朝を迎えていた。彼の名は、イ・ジョンファン。当時32歳、工場の溶接工として、毎日汗を流して働いていた。特別な才能があるわけではない。華やかな経歴も持っていない。ただ、真面目に、誠実に生きていた男だった。朝5時に目を覚ます。冷たい水で顔を洗い、妻が用意した飯を食べる。そして、工場へ向かう。その繰り返しが、彼の日常だった。妻との間には、まだ小さな子供がいた。娘は、当時3歳。父親の顔を見ると、いつも両手を広げて駆け寄ってきた。帰ってきたよ。と抱き上げると、小さな笑い声が響いた。その瞬間だけで、一日の疲れが消えた。彼は、それを生きがいにしていた。夢は、大きくなかった。自分の工場を、いつか持ちたい。妻と娘が安心して暮らせる家を、建てたい。それだけだった。贅沢を望んだわけではない。ただ、当たり前の幸せを積み上げていきたかった。職場での評判も悪くなかった。同僚たちは口を揃えて言った。あいつは真面目すぎるくらい真面目だ。と、遅刻したことはほとんどない。仕事を途中で投げ出したこともない。どんなに体がきつくても黙って続けた。そういう男だった。休日には近所の公園に家族で出かけた。娘が砂場で遊ぶのを隣で見守る。妻が横に座り、二人でその姿を眺める。風が穏やかに吹いていた。あの午後のことを彼は今も覚えているという。1993年の夏、韓国社会は変化の波の中にあった。しかし彼には関係のない話だった。明日も工場へ行き、汗を流すだけだった。平凡だが確かな日々。誰にも奪えないはずの時間だった。ところが、その秋のある夜、彼の人生は突然音を立てて崩れることになる。
1993年、秋の終わりが近づく頃、韓国、慶尚道のある小さな町で、一人の女性が命を奪われた。被害者は40代の女性。自宅の近くで遺体となって発見された。現場には争った痕跡があった。財布は消えていた。強盗殺人。捜査員たちはそう断定した。当時の韓国警察に強いプレッシャーがかかっていた。地域社会は恐怖に包まれ、住民たちは早急な解決を求めていた。捜査は急いでいた。あまりにも急ぎすぎていた。主人公の男性、イ・ジョンマンは当時30代の工場労働者だった。事件現場の近くに住んでいた。被害者と顔見知りだった。それだけだった。それだけで彼は疑われた。近隣住民の一人があの夜彼を見たと証言した。曖昧な記憶、不確かな言葉。しかし捜査員たちはその証言に飛びついた。彼の部屋が家宅捜索された。取調室に呼び出された。取り調べは長かった。何時間も続いた。弁護士はいなかった。睡眠を与えられなかった。繰り返し同じ質問が投げかけられた。お前がやったんだろう。正直に言えば楽になる。彼は否定し続けた。やっていない。と何度も何度も。しかし言葉は届かなかった。やがて一枚の調書が作成された。そこには彼の自白が記されていた。彼自身は署名した記憶がないと後に語っている。何に押されたのか、何を信じていたのか、あの夜の記憶は今でも霞んでいる。と、証拠は薄かった。物的証拠はほぼなかった。にもかかわらず、起訴は進んだ。裁判所は自白調書と証言をもとに有罪を認定した。強盗殺人、無期懲役。判決が読み上げられた瞬間、彼は声も出なかった。頭の中が真っ白になった。隣には母親がいた。母親は泣き崩れた。彼はその背中をただ見つめていた。扉が閉まった。冷たい音が廊下に響いた。そして彼の時間はその瞬間から止まった。26年という歳月がそこから始まろうとしていた。次のパートでは逮捕から裁判、そして収監に至るまでの過酷な過程を追う。扉が閉まった。その音が全ての始まりだった。1993年秋、韓国の小さな町で一人の男性が逮捕された。容疑は強盗殺人。被害者は近所に住む老人だった。警察が彼に目をつけたのは単純な理由だった。事件当夜、現場付近にいたこと、そして過去に軽微な前科があったこと、それだけだった。取調室は薄暗かった。蛍光灯がかすかに点滅していた。刑事たちは交互に部屋へ入ってきた。お前がやったんだろう。認めれば楽になる。そんな言葉が何度も繰り返された。彼は首を振り続けた。やっていない。絶対にやっていない。しかし夜は明けなかった。取り調べは何日も続いた。眠れない夜が積み重なった。食事もまともに取れなかった。精神的な限界が静かに近づいていた。ある朝、調書に署名が押された。本人は記憶がないと後に語っている。気づいた時にはすでに自白調書が存在していた。証拠は脆弱だった。物証はほぼ何もなかった。目撃者の証言も曖昧なものばかりだった。それでも検察は起訴に踏み切った。法廷は冷たかった。弁護人は国選で選ばれた。準備期間はあまりにも短かった。彼が自分の言葉を語る場は限られていた。
証拠として提出されたのは自白調書1枚。科学的な鑑定はほとんど行われなかった。DNA 鑑定など当時はほぼ概念すらなかった。裁判所は調書の信憑性を疑わなかった。判決はあっけなく下された。強盗殺人、有罪、無期懲役。言葉が読み上げられた瞬間、時間が止まった。頭の中が空白になった。傍聴席から母の嗚咽が聞こえた。振り返ることもできなかった。手錠が再びかけられた。法廷の扉が閉じた。外の光が切り取られた。26年という歳月がそこから動き出した。次のパートでは鉄格子の向こうで過ぎ去った静かで長い時間を追う。扉が閉まった。鍵の音が響いた。それが日常になった。コンクリートの壁、鉄格子の窓。毎朝同じ天井を見上げた。同じ時間に起こされた。同じ食事を与えられた。外の季節を知る術がなかった。最初の1年は信じていた。必ず誰かが気づく。必ず真実が明かされる。そう思い続けた。2年が過ぎた。3年が過ぎた。再審の申し立ては却下された。弁護士の声が遠くなっていった。手紙の返事が来なくなった。5年目の冬、彼は初めて泣いた。声を殺して壁に向かって泣いた。誰にも見せなかった。誰にも言えなかった。刑務所の中で人は変わっていく。怒りが麻痺に変わる。叫び声が沈黙に変わる。彼も変わっていった。感情を表に出さなくなった。余計なことを考えないようにした。それでも消せないものがあった。あの夜、自分はどこにいたか、何を食べたか、誰と話したか、記憶を何度も繰り返した。頭の中で何千回も。10年が過ぎた頃、母が面会に来なくなった。体を壊したと聞いた。会いたかった。謝りたかった。何もできなかった。棒の中で彼は書き続けた。自分の記憶を、あの夜の出来事を整理するためではなかった。忘れないための記録だった。20年が過ぎた。体に白いものが混じった。膝が痛むようになった。鏡の中の顔を見つめた。知らない男がそこにいた。それでも手を止めなかった。諦めたら本当に終わる。生きてでなければ誰も信じてくれない。その一心だけが彼を立たせた。26年、夜が何千回も来た。朝が何千回も来た。扉が開く音をただ待ち続けた。そして諦めなかった人たちが動き始めていた。諦めなかった人たちがいた。表には出なかった。名前も知られていなかった。それでもずっと動き続けていた。彼の娘は毎年面会に通った父の顔が変わっていくのを見た。若い頃の面影が少しずつ消えていった。それでも娘は手を握り続けた。お父さんは無実だと一度も疑わなかった。弁護士が最初に接触してきたのは2017年のことだった。若い弁護士だった。司法の歪みを正したいと思っていた。事件の記録を読んで違和感を覚えたと言った。証拠が薄すぎた。目撃証言は曖昧だった。自白には矛盾があった。なぜ有罪になったのか。なぜ誰も止めなかったのか。弁護士は古い裁判記録を一枚ずつめくった。夜中まで書類と向き合った。週末も休まなかった。報酬はほとんどなかった。それでもやめなかった。市民団体が加わったのは翌年のことだった。冤罪被害者を支援する
小さな団体だった。スタッフは3人しかいなかった。資金も乏しかった。それでも声を上げ続けた。記者会見を開いた。メディアは最初取り上げなかった。古い事件だった。終わった話だ。と思われていた。2度目の会見で一人の記者が足を止めた。記事が出た。小さな記事だった。しかし読んだ人がいた。その人がまた誰かに伝えた。声は静かに広がっていった。DNA 鑑定の再申請が認められたのは2023年の春だった。長い交渉の末だった。弁護士は法廷の外で深く息を吸ったと後に語った。鑑定結果が出るまでの間、娘は眠れない夜を過ごした。父に電話した。もうすぐだよ。と伝えた。電話口の向こうで父は黙っていた。泣いていたのだと娘は気づいた。そして2025年結果が出た。被害者の体に残っていた DNA は彼のものではなかった。26年間誰も確かめなかった証拠がついに語り始めた。諦めなかった人たちの手が扉をこじ開けていた。新しい証拠は次の扉を叩こうとしていた。新しい証拠は扉の前に置かれていた。誰かが動いていた。静かに、しかし確実に。その人物の名前は長らく表に出なかった。司法の内側にいたある人間だった。2025年の春、一通の書類が最新弁護団のもとに届いた。差出人は匿名だった。封筒の中には古い鑑定記録が入っていた。1993年の事件当時、被害者の遺体から採取された生体資料の分析表だった。その紙は30年近くどこかの棚に眠っていた。提出されることも公開されることもなかった。弁護団は震える手でページをめくった。記録にははっきりと書かれていた。採取された DNA は被告のプロファイルと一致しない。そう記されていた。しかしその記録は一審の法廷に提出されなかった。握りつぶされていたのか、見落とされていたのか、誰かが意図的に隠したのか。真実はまだわからない。わかっているのは一つだけだった。男は知らされていなかった。弁護人も知らされていなかった。26年間本当のことは闇の中にあった。弁護団はすぐに独自の再鑑定を依頼した。最新の技術で資料を分析した結果は明確だった。被害者の体に残された DNA の主は男ではなかった。別の誰かだった。法廷の外でもう一人の証言者も現れていた。事件当夜現場近くにいたという高齢の女性だった。彼女はずっと話すことを恐れていた。30年越しにようやく口を開いた。あの夜見たのは別の男だった。その一言が空気を変えた。積み重なった沈黙が一つずつ崩れていくような感覚だった。新しい証拠はただの紙ではなかった。30年間奪われた日々の記録だった。男の再審請求はついに動き始めた。再審請求という言葉は重い。それは単なる手続きではなかった。男にとってその一枚の書類は26年分の叫びを文字に変えた証明だった。法廷の空気は冷たかった。蛍光灯の光が白く床に落ちていた。弁護人が立ち上がり、新しい証拠を
裁判官の前に静かに差し出した DNA 鑑定の結果、目撃証言の再録取、そして30年間封じられていた老女の言葉、あの夜見たのは別の男だった証拠の束がテーブルの上に広げられていく。一つまた一つ積み上げられた年月がページをめくるたびに剥がれ落ちていくようだった。検察側は揺るがなかった。当時の捜査に手続き上の可視はない。その言葉が傍聴席に静かに落ちた。男は表情を変えなかった。ただ前を見ていた。裁判官が記録をゆっくりとめくる音だけが響いた。 DNA 証拠は明確だった。現場に残された遺留物の型は男とは一致しなかった。一致したのは別の人物だった。事件当時誰も名前を挙げなかった人物。その事実が法廷の空気を変えた。緊張が走った。弁護人の声が静かにしかし確かに響いた。この男性は無実です。26年間奪われたのです。裁判官が目を伏せた。審理は長く続いた。男の記憶にあの夜が蘇る。薄暗い取調室。繰り返された尋問。否定しても否定しても覆せなかった言葉の壁。あの日から彼はずっと戦っていた。法廷の外では世界が変わり続けた。子供たちは育ち、親たちは老いた。男だけが時間の中に閉じ込められていた。裁判官が口を開いた。静寂が落ちた。一言一言がゆっくりと空気を切った。再審開始を認める。傍聴席から息を飲む音が聞こえた。男の肩がかすかに震えた。涙は出なかった。ただ長い長い沈黙があった。これは始まりに過ぎなかった。無罪判決を手にしたその先にもう一つの戦いが待っていた。国家は謝らなかった。いや、賠償も拒んだ。扉の向こうに自由があった。しかしその自由は空っぽのまま彼の前に立っていた。扉が開いた。26年ぶりの外の空気だった。冷たく薄く、それでも確かに肺の奥まで届いた。男は一歩踏み出した。誰も迎えに来てはいなかった。拍手もなかった。国家の謝罪もなかった。ただ灰色の空と見知らぬ街並みだけが静かに彼を包んでいた。釈放された翌日、彼は一枚の紙を受け取った。国家賠償請求への回答書だった。そこに書かれていたのは冷たい活字だった。捜査手続きに可視は認められない。たった一項で26年は否定された。検察は主張した。当時の捜査は適正であったと。証拠の収集も取り調べの過程も法的手続きにのっとっていたと。無罪判決は新たな証拠による再審の結果に過ぎないと。男はその文面を3度読み返した。怒りは湧かなかった。悲しみもすぐには来なかった。ただ空虚だった。26年という時間は数字で表せば9490日だ。毎朝同じ壁を見つめて目を覚ました日々。家族の声を電話越しにしか聞けなかったよよ。両親の葬儀に出席できなかった。あの朝、国家は言う。手続きに誤りはなかった。と。しかし、手続きが正しければ、無実の人間が26年を
失っても構わないのか。法廷の外で男の支援者たちが声を上げた。これは制度の敗北だ。弁護士は静かにしかし確かな眼差しで語った。彼の戦いは終わっていない。男自身も知っていた。無罪という言葉は過去を消さない。失った時間は戻らない。老いた体は若い頃のように動かない。街は変わっていた。スマートフォンがあった。知らない建物が立ち並んでいた。しかし男の中の時間はあの逮捕された夜で止まったままだった。それでも彼は立った。賠償を求める訴訟の準備を始めた。国家に向き合うために、自分の26年に意味を与えるために、そして同じ痛みを誰かが繰り返さないために、この戦いの記録はやがて一つの問いとして日本語にも翻訳され、多くの人の心に届くことになる。扉の向こうに次の章が待っていた。彼の戦いはまだ終わっていない。無罪という言葉を手に入れた日から本当の意味での闘争が始まったのだ。26年。その時間を数字に置き換えることは誰にでもできる。9500日を超える夜があった。冬の独房で震えながら明けない朝を待った夜があった。面会室のガラス越しに老いていく家族の顔をただ見つめた日があった。検察は言った。手続きに瑕疵はなかった。法律の言葉は冷たい。しかし法律の外側に人間の痛みは確かに存在する。無罪は過去を消してくれない。失われた青年期は戻らない。奪われた選択肢はもうどこにもない。彼が求めているのは金ではないと思う。謝罪の言葉、たった一言が欲しかったのかもしれない。国家が間違いを認める。その一言が問いたい。正義とは何のためにあるのか。無実の人を守るためか、それとも一度下した判断を守るためか。裁判所の扉はまた開く。彼は再び法廷に立つ。今度は被告としてではなく国家と向き合う一人の人間として。あなたならどう感じるだろう。無罪を証明してなおおののい続けなければならないこの現実を。もし同じことがあなたの大切な人に起きたとしたら、この物語は遠い国の話ではない。司法の過ちはどの国でもどの時代でも起きてきた。だからこそ私たちは知らなければならない。考えなければならない。声を上げなければならない。彼の26年は問いかけ続ける。正義は本当に届いているか。